This one's called Feel the Wrath and it has words. Feel the wrath. Feel the wrath. Wrath.クリーのアナウンス、アンディ、フィールザラスポッドキャストへようこそ。クリー、アンディから始めましょう。あなたは日本のどこで生まれましたか？私は日本の名古屋で生まれ、そこで育ちました。クリーの質問、現在どこに住んでいますか？私は名古屋で生まれ育ち、今も名古屋に住んでいます。クリーアスクス、小さい頃、一番好きだった音楽は何ですか？子供の頃、アニソンが大好きでした。クリーが尋ねる、どのバンドがあなたをハードコアパンク、パワーバイオレンスに夢中にさせましたか？ギャンググリーン、ジェリーズキッズ、ソリッドステートドライブ、エレクトロヒッピーズ、ヘレシー、リップコード、アウトオブタッチ、CFDL 記録。パワーバイオレンスを聴き始めたきっかけは、スパズ、インフェスト、クロスイドアウト、スライトスラッパーズ、ナイスビューなどのレコードでした。クリーアスクス、プルートクラシー、インモータルフェイト、ノーレス、スパズなどのウエストベイバンドについてどうやって知りましたか？私がウエストベイのバンドを知ったのは、友人が行ったレコード店でスパズ LA レバンチャ LP を勧めてくれたからです。それから、VA のノーレスボックドインを購入しました。ロイヤリティはなく、それらを知るようになりました。プルートクラシーを知ったのは、2000年頃に友人のディストリビューションからダーコグラフィーのカセットを購入した時です。それから彼らを掘り下げて、多くのウェストベイのバンドについて学びました。クリーの質問、音楽を始めたのはいつですか？好きな日本のパワーバイオレンスバンドは、なぜ？バンド活動を始めたのは2000年にディストリクトというバンドにベーシストとして参加した時です。日本のパワーバイオレンスバンドの中で一番好きなバンドはスライトスラッパーズです。キャッチーで耳に残るが、速くて激しいサウンドがかっこよく、日本のパワーバイオレンスシーンを作ったパイオニアバンドだ。ドレッドアイこのバンドは、日本のパワーバイオレンスにおいて常に時代を先取りしてきたと思います。リーチ90年代のサウンドを核に、今のサウンドもうまく取り入れているところがかっこいい。戦え彼らは私には考えられないパワーバイオレンスを体現しており、彼らのライブパフォーマンスも非常に暴力的でクール。フェイスクラッシャー90年代に結成された彼らには、私の好きなものがたくさん詰まっていて、大好きです。は2ピースバンドです。
瀕死の懲罰。このバンドも2ピースですが、ノイジーで速いハイトーンの絶叫ボーカルと、レイカ・オブ・インタレストのようなボーカル。いい眺め。これは私の地元の先輩バンドで、今でも憧れています。完成した博覧会メンバーはみんな同い年で、ワールドワイドな活動をしていて尊敬しておりますが、音とすべて、ランナーグラインドコア要素の強いパワーバイオレンスバンド。悲劇的な会社。80年代 US ハードコアサウンドを極限のスピードとエネルギッシュなライブパフォーマンスで表現。私が好きな日本のパワーバイオレンスバンドは他にもたくさんあります。私が言及したすべてのバンドをライブで見ました。クリーが尋ねる、世の中の音楽シーンはどのようなものですか？私が住んでいる名古屋にはパワーバイオレンスシーンがないので、一緒に演奏するバンドを手に入れるようにしています。パワーバイオレンスバンドが演奏しているときに、日本の他の地域から来ること。私たちは、様々なスタイルのハードコアバンドと共演しています。大きなところから小さなところまで、遊ぶところはたくさんあると思います。ギグに人がたくさん来ているときは、様々なスタイルのギグがたくさんあると思います。ハードコアバンドのクリーアスクス、このタイプのバンドが演奏する場所はたくさんありますか？登場する人も多いのでは。2016年にデスピズ U がコンプルティドエクスポジションで日本をツアーしたとき、ムルムー R が担当しました名古屋市でのギグの企画。そのギグに来てくれた人はとてもたくさんいました。クリーが尋ねる、まあまあの意味は何ですか？あなたたちが書いたお気に入りの曲は何ですか？ムルムー R の意味は、飛ぶハエやその他の騒がしい昆虫の擬音語です。それがノイズの意味の一つだと思って名付けました。ムルムー R が書いた私のお気に入りの曲はスロブという曲です。クリーアスクス、まあまあのメンバーが所属している、または以前所属していた他のバンドは、ムルムー R のメンバーが所属している、またはかつて所属していたバンドは、ボーカル、アンディ、X. ディストリクト、X、イージーズ、ギター、
ミエ、ブラックガニオン、X. マインドオブアジアン、X. アンスロピックディジーズ。ベースギター、バズーカ、王様はロバのイヤー、ドラムス、ケンタローズ、ダブミード、アリー。クリーアスクス、アジアの他の場所やシーンミュージックに旅行したことはありますか？私はアジアやシーンミュージックの他の場所に旅行したことはありません。いつか行ってみたいです。カーリーの質問、アメリカに旅行したことがありますか？もしそうなら、どこですか？そして、私は米国に旅行したことがありません。いつか必ずムルムーアールと一緒にアメリカツアーに行って、兄弟たちに会いに行きます。そんな夢があります。カーリーの質問、他に好きな音楽のジャンルは、ヒップホップ、ハウス、ノイズ、トランスなど。ハードコアパンクやパワーバイオレンス以外はヒップホップ、ノイズミュージック、アシッドフォーク、スカム、ジャンク、AOR、イタロディスコ、その他様々な種類の音楽。アンディ、史上最高の5枚のアルバムは、何のアルバム、どの歌？一番エージェント・オブ・サタンアルバム、ザ・オールド・テスタメント・ソング・アンホーリー・アセンション。これは彼らの最初の7インチの最初の曲です。レコードに針を落とした。I was pushed and shoved off the altar and also forced to cut this child that I had just given birth to and then eat part of its arm and then throw it into the fire alive.ナンバー2チャレットリメーンズ AKA マンイズザバスタードアルバムサムオブザメン残虐行為は続く。歌、タンクキラー彼らにとってはとても短い曲なのですが、電気ノイズ、速い部分と遅い部分。カズさん金券政治アルバム、ダンクスタツ歌、ダンクスタツ私はこの歌がとても好きです。ザ・ウエストベイを象徴する歌詞と歌。He's gonna blaze one after the show, man. My head hurts. Last song. Hey, this is the last song ever, because we're never gonna play again. Hey, these are our backup singers. They don't look as good as Molly Cruz, but you know. Yeah, boss!
クリー、アンディわからないあなたはこれを知っていますが、私はその一人でした。そのトラックのバックアップ歌手。それが私の声です。バックグラウンド。マイクに向かって叫びましたわら。あの歌はギルマンで録音されたバークレーのフィエスタグランデナンバーで1993年の一つ。スケートボードの怪我で足を引きずっていたキャストで回ります。ナンバー4ズキズキするグリスルアルバム、セカンドアニュアルレポート曲、マゴットですライブ AT ラットクラブ TG 私を騒がせたアーティストのグループであり、インダストリアルミュージック。ライブセットとこの曲名が特に好きです。わら。ナンバー5キリストーンパレードアルバム A Mind is a Terrible Sing 歌ドクターズファーストアルバムとはまた違う印象で、全体的な湿気は、この地域のバンドにとっては珍しいものでした。このバンドは特にその象徴だと思いました。しかし、それはクールです。地獄のように。キリストーンパレードと再会10年以上前のオリジナルメンバーと日本をツアーし、名古屋市で彼らと遊んだことがあります。クリーに多大な感謝と敬意を表したいと思います。私とこのインタビューをしています。ブラザーズを心から愛しています。どうもありがとうございます。いいえ、ありがとうアンディ。あなたは違うウエストベイコアリチオンの一部のみ。しかし、ブラザーでもあります。そしてありがとう日本でプレイするすべての人へ。破壊し続けろ。このポッドキャストを締めくくりましょう。アンディのバンドムルムーアールのトラック。トラックは呼び出されます。破壊の狂気平和。